一つ未来の動きを肩周りがすでに行っているということです。皆さんこんにちは。今回はピアノ脱力テク練習法実践編についてお話しします。脱力する目的は1、長時間弾いても疲れないため、2、音そのものを魅力的にするためとお話ししてきました。そのために脱力、力を使って力を逃がすテクニックを使いましょう。具体的には筋力の強い肩周りの筋肉を活用し、それよりも疲れやすい肘や手首周りにある小さな筋肉を助ける。これが脱力と呼ばれる力を使って力を逃がすテクニックです。今回はこのテクニックを実際の作品を弾くときにどのように応用していくか、ブルグミュラーのアラベスクを例に実践してみたいと思います。ぜひ一緒にやってみてください。さて、いわゆる脱力、力を使って力を逃がすテクニックでは、肩周りの筋肉を使って打鍵する下方向の動きとは反対方向の上方向の力を使います。この下方向に対して上という反対方向の力を使う、これが非常に重要なポイントです。ここでピアノを弾く動作について考えてみましょう。ピアノを弾く動作とは、手が降りてきて鍵盤に触れる、そして上がってまた降りてきて触れるということを繰り返すということですよね。脱力、力を使って力を逃がすテクニックは、手を下ろしながらもう肩を使って上げている。で、上がっている手は力こぶを緩めながら上がってるけど下ろしてるという相反する動きを連続して行います。つまり指の動きよりも一つ先の動き、一つ未来の動きを肩周りがすでに行っているということです。ここ大事なので、もう一度、指の動きに対して肩周りの動きが先行するということです。これこそがこの脱力、力を使って力を逃がすテクニックを実際の作品の中で応用していくためのキーワードです。ではブルグミュラーのアラベスクでやってみましょう。どのようなことをしているのか、まず片手ずつじっくりやってみましょう。まずは右手です。3小節目、ラの音から始まりますが、このラの音を弾いているときにすでに肩周りは次のシの準備をしています。そして当然シを弾いているときはこの次のドをもう準備してますね。この頂点のドに上がったら今度音降りてきますね。降りてきますけれども、ドを弾いたときにはもう次のシの準備を肩周りがしているということです。で、シを弾くときは当然ラを弾くときにはもう上がって切れるっていうこのフレーズの最後の動きを肩周りが先行して行っています。このように常に肩周りの動きが指に対して先行します。今これゆっくり少し大げさに動きを大きくやってますが、もちろん速くなれば当然動きは小さくなってきます。何もやってないかのように見えるかもしれませんが、実はこの肩がいつも先行して動いているということをやっています。左手もやってみましょう。左手は和音を弾きますよね。指が鍵盤に触れた時にはすでに肩周りは次の動作である上げるっていうことも先行してやっています。そして指が鍵盤から離れて上がっている時は実はもう力こぶを緩めてこの下ろす動作にも入っています。ということを連続して行う
ということが、この力を使って力を逃がすテクニックです。このように形は違いますけど、音形は違いますけど、常に肩周りの動きが指に対して先行する。これを一緒にしますよね。こうなりますね。この先行するということが脱力、力を使って力を逃がすテクニックを実際の作品の中で応用する最も重要なことです。ぜひ皆さんが弾いていらっしゃるいろんな作品の中で応用してみてください。